10連、なんと素晴らしい響きの言葉なんだろう。2両の機関車が力を合わせて貨車や着車を牽引する様に心は躍る。ましてやそれが蒸気機関車ならなおさらだ。本向きの機関士と助手、補機の機関士と助手、4人の流す汗を食らって爆走する蒸気10連。今回はそんな蒸気10連をリアルにするための工作をお届けします。いやー、いきなり C62 30連で始まりました。1971年7月18日、8月22日、そして最後は9月15日。たった3回の思い出でした。こちらは C62 3号機による単機牽引ですが、今回は10連カプラーの機関車のカプラーリアル化の様子をご覧いただきます。最後にポポンデッタ海老名店様での走行映像もありますので、どうぞ最後までお付き合いください。蒸気機関車の10連をする時の後ろ側の機関車、つまり本向きについて見てみると、ほらカプラーがかっこ悪いですよね。デフォルトでは梁の部分を下側から回り込んでついていて、本来カプラーのあるべきところに穴が。常に10連の本向きで前には補機がいる前提ならこれでも良いかもしれませんが、これでは本向きが先頭に立てません。そこでネット上にナックルカプラーを直接この穴に固定して見栄えを良くする投稿がありましたので、試してみたいと思います。確かに見栄えは良くなるでしょうが、脱線しないのでしょうか。それを検証してみたいと思います。それではまずデフォルトの10連カプラーを外します。それからこのカプラー台座も外そうと思ったんですが、これはどうやら梁の両端にあるステップと一体になっているので残して、カプラー穴にカットしたナックルカプラーを挿入します。このナックルカプラーは使わなくなって保管してあった機関車用付属のナックルカプラーから切り出したものです。もともとダミーカプラーが取り付けてあった穴の大きさにナックルカプラーのシャンクを削って合成ゴム系接着剤をつけて差し込みます。乾くまでに時間の猶予がありますので、取り付け高さを確認しておきましょう。カプラーの高さの確認にはゲージも売っていますが、僕は現物合わせで行います。補機のテンダーに連結させてみます。ちょっと暗くて見えにくいですかね。ズームアップして照明の位置を動かしてみました。はい、よく見えますね。そうしたらスノープラウも合成ゴム系接着剤で梁の上から貼っておくと、東北地方の機関車らしくなりますね。ナックルカプラーとスノープラウがつきました。全く首を振りません。ナックルカプラーは連結可能なものがついたんですけど、これで本当に脱線しないんだろうか。ネットにはこれで大丈夫って書いてあるので、実際にこれを10連につないで、まずは簡単な S 字クランクを自宅の思想線路で走らせてみましたのでご覧ください。ここで走行テストしておきます。本線から分岐して側線に入るときと同じ半径のカーブレールを再現してみました。大丈夫です。3両中2両に10連用固定カプラーを設置していますが、カーブクランク問題ありません。
テンダー側のナックルカプラーが触れるから大丈夫なのでしょうか。後で海老名のポポンデッタ様のレイアウトでも走ってもらいましょう。ネット上の情報通りで問題ないようです。連結用のナックルカプラーが針に固定できるとなると、当然周囲にはエアホースなどの部品をおごりたくなりますよね。作例では銀河モデルのエアホースを取り付けて色を塗っています。連結部にも先頭車に負けないクオリティが再現できます。極端な話、すべての蒸気を固定式ナックルにできれば編成の自由度が増えて、より素晴らしい蒸気ライフを楽しめます。C62 大好き電吉クラブ在籍の C62 です。今回紹介するのはこちらの北海道型で、その他にこれツバメ、ハト、カモメなど東海道線全盛期の C62 です。展望車がある旧型着車特急を引いた時代の白国が入っています。ツバメ、ハト、カモメ、東北に行って初刈り、ここは東海道型の最新ロットが入っています。で、これは加藤の京都店オリジナルの梅麹仕様になります。この箱の C62 は10連不要ですね。こちらは少し時代が進んで旧型客車ではなくて20系ブルートレインを牽引した山陽線仕様、常磐線仕様の C62 で朝風、はやぶさ、ゆうずるなどの先頭に立った機関車たちです。東海道線、山陽線、常磐線では C62 の10連運用はなかったのですが、北海道に渡って函館本線、山線で10連運用が現れます。長万部から山線を経由した急行列車でニセコ、手稲、大雪などがありました。こちらは北海道仕様の C62 をコレクションしている箱になります。長万部、くっちゃん、小樽間で活躍した仲間たちです。6両あるんですが、こちらが2号機3号機初回ロット、同じく2号機3号機第2ロットの製品になります。そしてこちらが C62 北海道型という製品で15号機16号機のナンバーをつけています。その中でこちらの2両に関しては復活ニセコ牽引機という設定にしていますので、こちらの C62 3号機には10連対応のカプラーを装着していないんです。ですがこちらの3号機は2号機と組んでゴールデンコンビとして走らせる仕様なので10連対応です。さらには C62 運転の最後の1ヶ月では30連運転もあったので、こちらの15号機16号機も10連対応にしています。先頭部のカプラーをはじめはデフォルトの10連カプラーにしていましたが、どうしてもかっこ悪くて嫌だったので、先ほどレゴイチで見ていただいた方法でナックルカプラーに付け替えてあります。この後で10連対応の3号機に銀河モデルのエアホースを取り付けて、さらにリアル化させる様子をご覧ください。そして2号機との10連、さらに15号機も連結した30連での走行の様子をポポンデッタ海老名店様からお伝えいたします。それでは10連用のナックルカプラーになったので、さらなるリアル化加工として銀河モデルのエアホースを装着します。ちょっと後ろの淡水車を外して針に 0.5 ミリで穴を開けて、こちらのエアホース部品を取り付けます。わかりますかね。 0.5 ミリで穴が開きました。エアホースの取り付けですが、今回は瞬間接着剤を使いました。瞬間接着剤は失敗しないために、僕は一度このような紙の上に出してから使っています。こうすると出しすぎやはみ出しを防止することができます。
片やエアホースは柔らかいので実物のようにゆるーくカーブをつけてから取り付けます。OK そうなら紙の上で瞬間接着剤を根元につけてからファイ 0.5mm 穴に挿入して固めます。はい、できましたね。瞬間接着剤が乾いたら塗装します。ホースの部分を艶消し黒に塗ると雰囲気が出てきます。小さい部品なので簡単に塗ることができますね。それでは筆を洗って今度はコック部分と先端部分に白を塗ります。機関車のお顔を正面から見たときにアクセントになる部品です。デフォルトの10連カプラーを採用する限り絶対に取り付けることができない部品です。このクオリティで10連が可能なんて嬉しい限りですね。そうしたら次はスノープラウです。スノープラウは結構錆びるし汚れる部品なのでタミヤ墨入れブラウンを流します。はい、これで乾かすとマットな状態になっていい感じに仕上がります。雪などを蹴飛ばすことも想定して白も少しは入れたいですね。白はドライブラシで入れましょう。雪を蹴って黒塗装が傷んだイメージにしたいです。筆につけた白を紙などにこすりつけて筆先をちょっぴりドライにした状態で残っている塗料をスノープローのエッジにこすりつけていきます。ドライブラシをすると平坦に塗料を塗っただけでは得られない何とも言えない味わいが出るので僕は結構好きなんです。どうでしょう。10連用ナックルカプラーがついてスノープラウもちょっと錆びて雪を蹴ったようなそんな感じになりました。これは実はこの前に C62 号機が補機としてついて小樽から出発して長万部で切り離すんですよね。長万部からはこの3号機が先頭に立って走るのでカプラーが触れたらかっこ悪いですよね。そこでエアホースもついた。カプラーはちょっとでかいけどナックルが定位置にある。最高じゃないですか。これで長万部を出て噴火湾に沿って一路函館を目指す急行ニセコの顔が決まりました。たった今グリーンマックスのナンバー8055ナックルカプラータン黒という商品が届きました。加藤の車間短縮ナックルの代わりになるということで買ったんですが、形が加藤よりもずっとリアルなのでデゴイチ一字型の10連用ナックルとして取り付けてみようと思います。それでは早速ランナーから切り出します。取り付け向きはこうですね。右手の法則覚えてくれていますよね。ではこれを取り付けていこうと思いますが、車間短縮目的で買ったのでこれちょっとシャンクが短いのでこういう風に切断して使おうと思います。ナックルカプラーとスノープラウ、そしてここに銀河モデルのエアホースをつけました。この後色を塗ってリアルにしたいと思います。どうでしょう。このグリーンマックスのカプラーいい感じだと思いませんか。こんなにかっこよくて本当に連結できますよね。できます。カプラー高さもいい感じですよね。それでは接着剤が乾くのを待ちたいと思います。接着剤が乾いたのでリアルっぽく見せる電吉クラブ風の塗装をしていこうと思います。まずはカプラーの錆表現です。僕は自分で調合していますが、今ではガイアノーツから赤サビ、黄サビなどのカラーが発売されていますので、それらが使えると思います。作例ではスノープラウまで一気に塗っちゃっていますね。次にエアホースに艶消し黒を筆差しします。正面からと横から見たときに真鍮の地肌が見えないように塗っています。次にエアホースの
コック部分と先端のアタッチメント部分には白を筆差しします。白は少しですがよく目立ってくれますからね。最後にカプラー同士が当たってペイントが剥げる部分にもう少し濃くサビ色を筆差しします。はい、こんな感じになります。はい、加藤のデコイチ東北仕様はこれで一次型、標準型ともに10連カプラーとその周辺部分のグレードアップが終わりました。では連結させてみます。片や動作は封じられていてもナックルカプラー、片やテンダー側はバリバリのナックルカプラーなので、カプラーをぶつけただけで連結できてしまうことが多いです。これは素晴らしい。早速ポポンさんで走らせてみましょう。1957年、昭和32年、それまでデコイチ10連で運転されていた函館小樽間の客車急行専用に白国が北海道にやってきました。函館小樽間のうち特に連続勾配が続く長万部、倶知安、小樽間はさすがの白国といえども10連での運用になりました。白国にはストーカーがあったので、デコイチでは2人の機関助手が必要だった投炭業務を1人でできるようになったことも当時の函館本線では歓迎されたようです。白国10連、これほど蒸気ファンの心を躍らせた言葉はなかったと言えるでしょう。デフレクターにステンレスのツバメのマークがある2号機が頻繁に先頭の前補機を務めたといいます。これは国鉄による粋なファンサービスというよりも
あまり釜の調子が良くなかった2号機を長万部からその日のうちに小樽蓄光機関区に戻して点検をする必要があったと言われています。いずれにしても当時超人気者だった2号機3号機のゴールデンコンビを N ゲージで再現できるのは当時のことを知らない僕でも心が躍りますね。いよいよ1971年昭和46年の7月18日8月22日そして C62 牽引最終日の9月15日にだけ登場した C62 30連の急行ニセコが走ります。10連カプラーは加藤ナックルを固定装着したリアルさ追求仕様です。どうぞご覧ください。ちょっと小さくて見えにくいですが、10連カプラーがリアルになった3号機を先頭に急行ニセコは走ります。今回はかっこ悪いデフォルトの10連カプラーにちょっとだけ手を入れてかっこよくしたお話でした。動画をご視聴いただきありがとうございました。
もし動画を気に入っていただけたらチャンネル登録をお願いします。後で画面中央に157系鉄分マークが現れますので、それをタップしていただけるとチャンネル登録できます。またベルマークをオンにしていただけると最新動画をご案内できます。それから動画への評価やコメントも楽しみにしてお待ちしています。鉄道や鉄道模型が大好きな皆様からのコメントは動画を作る励みにもなります。僕の知らなかった情報もたくさんいただけてとても助かっています。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。